皆さんこんばんは、うのうと言います。イーガダンアジトの戦闘ステージの敵を殲滅して回ってきました。ブレスオブザワイルドのイーガダンアジトと比べてお見せしていきます。薬剤の目視録とブレスオブザワイルドのステージネタバレがありますので、リプレイの方はお気をつけください。このチャンネルでは、薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。行きましょう。はい。では、イーガダンのアジト、マップ比較やっていきましょう。で、今始めたこの場所なんですけど、これ実は薬剤の目視録のイーガダンのアジトのステージの開始地点ではなくて、開始地点はここを上がったところなんですね。一番なんか内容が薄いようなところから始めていこうと思って、ここから始めました。あそこに柵がありますよね。ここが本来の開始地点なんですけど、これブレワイだとどこだっていうと、夜行石を台座に置いてクリアする祠の謎解きの場所です。ここに石板がありますね。で、100年前はここに台座がなかったようですね。ブレワイ本編でゼルダが祠の誘導石にシーカーストーンをかざしてるのを見ると、100年前には祠は出てきていたので、台座もここに置いてあるかなっていう予想をしてたんですけど、ないですね。あの台座はいつ出てきたんでしょうか。シーカータワーを起動した時に、祠が全部光が灯ってアクティブになったんですけど、その時に一緒に台座も出てきたんですかね。地中から。それが一番考えやすいかな。さあ、行きましょうか。それで僕、ブレワイやってる時に気づかなかったんですけど、このカエルの背中、赤い斑点がありますよね。イボガエルみたいになってて、あ、こんな風になってたんだと思って。で、これ元はカカリコ村にあったものだと思うんですが、それを持ってきたっていう感じだと思うんですが、そのシーカー族のカカリコ村の時から背中にイボがあったのか、もしくは後から書き足したのかってのはよくわからないですが、念のため後で確認していこうかな。そういう何気ない違いが何かのヒントになったりするかもしれないので、一応拾っておこうかなとは思っています。はい。それでこの穴なんですけど、元は壁だったようですが、バーナボリスの砲撃によって穴を開けられたということですね。つまりブレワイ本編でも、ここは普通に通れますけど、もともとは塞がってて、ナボリスが開けたっていうことなんでしょうか。でもブレワイだと100年前はナボリスを動かす前にウルボザがやられちゃったと思うんですね。だからどうやってここは開いてたのかなっていうのはあって、ちょっとよくわからないですね、そこは。ブレワイの100年前はここは開放してた可能性もありますけどね。薬剤の目視録オリジナルのマップじゃないですか、今って。ここら辺のリンクが移動できるところって、ブレワイには存在しないんですね。なので、その薬剤の目視録しか存在しないところっていうのは、最後に回ってみたいと思います。
で、先にブレワイと比較できる、ブレワイと同じところを歩けるっていうところ、そういうところから見ていきたいと思います。ということで、ここですね。この入り口に進むんですけど、その前にここの大広間を見ておきましょうか。ブレワイよりはっきり見える感じがします。明るく見えるというかね。この先とかね、ブレワイでは閉じてたけど、本来は道があったんですね。この先もか。ここもそうですね。はい、では行きましょうか。ブレワイだと、この階段を機にセーブができなくなります。で、ここはバレッタが閉じ込められていたところですね。ドジっ子が。ありましたね、こういうところ。で、この先っていうのは存在しなかったので、ひとまずスルーしますね。あそこは壁になってましたけど、道があったんですね。ブレワイだとここにはしごがあって上に登っていけるっていう感じでした。一応空間は存在していました。で、その先がやっぱりバナナがたくさん置いてあるあの空間に繋がってます。もしかしたら今がイーガダンが戦闘態勢だからこういう配置になってるのかもしれないですけど、やる気バリバリの感じじゃないのかもしれませんよね。あとここはなかった気がする。この空間。この壁どうなってるかな、ブレワイだと。楽しみですね。ここもなかったんじゃないかな。うん、なかったね。こうやって見ると、ブレワイでのイーガダンのアジトは、そんなに長い場所じゃないんだね。ただずっと常にステルスしていかないといけないっていうことで難しさはありましたけど。僕、これ気づかなかったんですけど、ゴザがあったんですね、こんなとこに。ブレワイでもあったかな。ブレワイだと、ここをマグネキャッチで回転扉になっててね、行くところですね。その先の穴は後ほど行ってみましょうね。はい。ということで、ここまでが、ブレワイと同じマップということです。薬剤の目視録オリジナルのマップの方に行ってみたいと思います。ここの上がバナナが大量に置いてあるあの空間で、その下の広いあの空間ですね。あそこまで戻ってきました。この道からですね、薬剤の目視録オリジナルのマップです。上にもああいうあるんですね。なんか小屋みたいな。小屋って言えるのかわかんないですけど。
あ、これは武器ですね。首狩り刀か。僕が気になってるのは、アストルとかスッパとコーガ様がいたあの部屋ですね。ムービーに出てくるあの部屋がどこなのかなっていうのがすごく気になってます。おそらくイーガダンのアジトの中にあるはずなんですけど、もしかしたら違う場所っていう可能性もありますけどね。多分ここだと思うんですけどね。ここのアジトのどっかにあるとは思います。違う可能性ももちろんあります。そんなに広くない部屋でしたよね、確か。ここももちろん、薬剤の目視録オリジナルの部屋です。本とか、巻物、寝床が置いてありますね。ここで寝てたんでしょうか。同じような部屋があります。コピーですね、ほとんど。そうですね。ここでもないな。でね、ちょっとびっくりなんですけど、ここに水があるんですよね。水脈があるんですよ。で、ああいう上にカエルの前にろうそくが立ってたりとか、とても怪しい場所です。地下水脈。結構下まで掘ってますよね。はい。で、ここなんですけど、僕がめちゃくちゃ気になっている場所です。ここだったりするかな？スッパとかがいたところ。違うか。ちょっと違うな、なんか、やっぱり。で、これなんですよね。気になってるの。一見ただ鉄球が3つ置いてあるだけのように見えるんですけど、僕が気になったのはこれ、なんて言うんでしょうね。シーカー族のマークを逆さにしたのがイーガダンのマークですよね。それで元のシーカー族のマークの特徴である3つのまつげっぽいやつと涙みたいなやつ。これで見ると目だけを強調しているように見えるんですね。そのまつげと涙はすごく暗く映ってて、あんまりはっきりと描かれてなくて、目玉だけがすごく飛び込んでくるんですよね。で、これ左右に目があって、真ん中にも目がありますね。で、真ん中の目は大きくて少し上にあるんですよ。これ3つの目なんですよね。これもガノンドルフをイメージしてるんですかね。ガンドルフも額に、宝石なんですけど、あれはトパーズが好きで、あれをよく額にはめてるっていうことなんですけど、それをイメージしてるのか、3つ目の目をイメージしてるのか、どっちかわからないですけど、何かしらの意味はあるだろうなと思っています。ただ置いてあるだけのように見せかけて、なんか意味を持っているような気がしてるんですよね。さあ、次の部屋行きましょう。
で、僕がすごく驚いたのが、ここにもう一個穴があるんですよ。ブレスオブザワイルドでは出てこなかったんですけど、大きさ的にはちょっと小さめの穴みたいですね。ブレワイの穴よりは、こっちにも穴あったんだなっていう。周りも見ておきましょうか。こっちは通路ですもんね。こっちから行きましょうか。こっちから行って、ここまで行って、ここから戻ってきて。で、最後に、この、牢屋とかね、この途中の部屋とか、最後にこの穴行きましょうか。ここ見てなかったな。ここでもないか？ここでもないよね。スッパとかがいた部屋。もうちょっと広がったような気がするな。あ、ここが結構近いかもしれないですね。ただ、机があったと思うんですけど、そういうのがない。それはたまたまこのタイミングではないのかわからないけど、周りの感じとかはちょっと似てるなぁ。ここまで広くなかったか。うん、難しいですね、なかなか。判別が。お札がめちゃくちゃあるな。気づかなかったけど。そんな飛ぶ？そんな飛ぶ？ここも大きい部屋ですね。はい。で、ここはね、ちょっと不思議で、食料の貯蔵庫なのかもしれないですけど、肉が吊るしてあったりとか、ここで肉焼いていたりとかね、食堂みたいな場所なのかな、もしかして。キッチン兼食堂みたいな、そんな感じかな。こうやって来て、7人の英雄像みたいなところに来ましたね。じゃあ、あとは、牢屋とか、ブレワイにもあったあの穴、見ていきたいと思います。はい、牢屋の方に通じてる道だね。牢屋から行くか。上にも歩けるところがあると。奇襲をかけるためなんでしょうかね。ここが牢屋です。インパ入れておきました。
100歳の目視録だと、ここの牢屋に石膏兵が入れられていました。で、バレッタとの関係についてちょっと気になっているんですが、名前が出てこなかったですね。このゲームでは。もしかしたらバレッタのおばあちゃんとか、そういう可能性はあるかもしれません。ファンサービス的に。これゲルド砂漠のマップ比較の時にもあったんですけど、2連休とか刀がね、備えてある武器のスタンドがありましたね。で、ここがめちゃくちゃ広い部屋です。気になってはいますけど、めっちゃ広い部屋ですね。ここにも入り口があったということですね。大穴行きましょう。で、ここにも実は扉がありました。ブレワイにはこういうのなかったなぁ。ここの石壁がブレワイで回転扉になっているところですね。で、穴です。残念ながらそこの方が見えないんですが、これがカメラの回転の限界ですね。これ以上は見れないんですが、こんな感じになりました。はい。というわけで以上ですね。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて、高評価ボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。